皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は前回のバンドメイドツアー2025ツアーファイナルとなる東京ガーデンシアターでの給仕が無事終了し、私はチケットが取れずで行けなかったメリーロックパレードも終わりまして、2025年としては残すところカウントダウンジャパンのみとなったということで、ここで一旦2025年の給仕と瀬戸りについてまとめてみたいと思います。ということで、いつもの Excel 表なのですが、まずはこの表について改めて説明させていただきます。集計を開始したのは2022年のコロナ明けのプレイ USO 給仕からです。それで一番上の行の丸印は私が帰宅したお給仕を表しています。青くハッチングされているのはフェスで、グレーは他のアーティストのライブへのゲスト出演です。表中の各数字は瀬戸りの順番となっていまして、赤字になっているものは今年2025年から演奏され出したメドレーで演奏されたものになります。あと、フェスとかでバンドメイド以外の曲も演奏されたことがありますが、それは入れていません。あくまでもバンドメイドの曲だけにしています。曲については一応新しいものから古いものへという順番で並べていまして、どのアルバムの曲なのか、シングルなのかなど分かるようにしています。ということで、表の説明は終わりまして、2025年の状況を見ていきたいと思います。まず2025年最初はさえちゃんプロデュースの番外編お給仕ということで、恵比寿リキッドルームでの 2days お給仕から始まりました。ここでメドレーが初披露されました。これは驚きでした。この赤字の曲たちが対象ですね。続いては大阪東京のビルボードライブでのアコースティックお給仕です。私は大阪の2部しかチケットが当たりませんでしたが、これも初めてで特別な体験をさせてもらいました。うまいお酒と料理をいただきながら、すごく近くでしっとりと演奏して歌ってくれるメイドさんたちを見て聴けるなんて、本当に貴重で素晴らしい体験でした。それで春フェスである荒垣ロックフェスへの出演となるわけですが、単独ではなく9ミリパラベラムバレットさんとのセッションという非常に珍しい形でのステージでした。私的にも初めて夫婦で参加したフェスということで特別でした。それで5月10日メイドの日を皮切りに始まったバンドメイドツアー2025です。途中にミリオンロックやサマソニ、ライブアズマといったフェスやハイドさんのライブにゲストアクトとしての出演なんかも挟みながら、ツアーファイナルとなる東京ガーデンシアターまで続きました。そういえば熊本では小鳩スペシャルなんかもありましたし、サマソニバンコクで久しぶりの海外公演なんかもありましたね。あと、お給仕ではないですが、小鳩さんのオールスター感謝祭へのテレビ出演や、アメリカのアニメエキスポへの出演、ロックはレディのたしなみでしてへのモーションアクターとしての参加と、先行上映会でのトークショー出演、お名手様を閲覧募集してくれたテレビ番組、バズリズムへの出演、同じくテレビ番組のオトドーラクルートでさえちゃんの貴重な一面を見せてくれたり、各種ラジオへの出演にレコードの日のアンバサダー就任、EP スクープの発売などなど、本当に盛りだくさんでいろいろなシチュエーションで私たちを楽しませてくれた年だったと思います。ということで、本題となる瀬戸りというか曲について見ていきたいと思います。まず最新の EP スクープからですが、ファイナルラウンドでやってくれましたし、アニメタイアップ3曲は年初からやってくれてますので、まずまずの演奏回数になっています。特にレディートゥロックはビルボードライブ以外はフェスも含めて全てでやってくれてましたし、ハイドさんのライブで2日ともやったのはこの曲だけですし、ビルボードライブでも演奏されたチューズミーと並んで今年最も演奏された曲になりました。次はエピックナラティブズからですが、なんと私の大好きな Go Easy だけやってないんですね。まあショーゼムもメドレーだけではありましたが、で、アンリッシュですが、バランスとアイル以外はやってくれてます。この2曲は名曲ですが、個人的意見としてですが、ちょっと通向けな感じもしますしね。あと、アルバム曲ではないヒバーナとアバウトアスも今年は演奏されませんでした。アンシンワールドからはまずメドレーだけですが、マナーズ、HGK、ブラックホールの3曲と、メドレーとフル両方やってくれたアフターライフ、Wi-Fi、ワーニングの3曲、あと普通にフルでやってくれたのがさよなきどり、ノーゴッド、ウィザウトホールディングバックの3曲になります。このウィザウトホールディングバックは私的には今年最初の恵比寿リキッドルームで初の出会いとなって、ツアーファイナルの東京ガーデンシアターではさえちゃんのキーボード参加バージョンでやってくれたというすごく貴重な体験をさせてもらいました。ノーゴッドはレディトゥーロックチューズミに続く回数やってくれた曲ですし、さよなきどりはビルボードライブ大阪でさえちゃんがコーラスに入ったアコースティックバージョンが特別でした。逆にユース、ケミカルリアクション、アイステルシークリベンジ、本会の4曲は今年やられませんでした。あとシングルのディファレントはやってくれてますが、ドンビーロングはこの集計表では一度もお目見えしていません。当然私も聴けていません。インスト曲が増えてきたからお給仕で出会うのはなかなか難しいかもしれませんね。
次にカンカラからですが、まずビルボードライブでのアコースティックアレンジのみですが、ミラージュ、ワンダーランド、バブルの3曲、メドレーだけですがブルーミング、あと恵比寿リキッドルームの番外編でページ、メドレーとフル両方やってくれたグローリー、リンネですね。リンネはお給仕ではメドレーだけでしたが、ハイドさんのゲストでフルでやってくれました。それでなんといっても今年はやってくれないんだろうなと思っていたエンドレスストーリーがツアーファイナルでセトリに入れてきてくれました。ということで今年やってないのはリベラル、アッザ・ドロップ・オブ・ア・ハット、アズユール、ジレンマ、ザ・ドラゴン・クライズ、フライング・ハイ、カタルシスの7曲となりますが、私的にまだお給仕で出会えていない曲はザ・ドラゴン・クライズとフライング・ハイの2曲です。いつかどこかで聴けたら嬉しいです。バンドマイクはよっぽどの出来事がないと無理だと思いますので飛ばしまして、オンセットは恵比寿リキッドルームの1回だけですが聴けて嬉しかったですね。アルバム曲ではないハイド&シーク、スマイル、スタートオーバーの3曲は残念ながらやってないですが、スクリーミングは結構やってくれました。次にワールドドミネーションからはまずメドレーだけではありましたが I Can't Live Without You をやってくれたのは嬉しかったです。あとメドレーとフルでダイス、サイちゃんキーボード参加のアコースティックバージョンも含めてのデイドリーミングですね。アネモネとスピリットは恵比寿リキッドルームでやってくれて、特にスピリットは貴重でした。ロッキンミーは小鳩スペシャルでやってくれて、小鳩さんのありがとくるっぽーが可愛かったですね。私的にまだお給仕で出会えていない曲はフェイト、クラング、アライボアデッドの3曲です。これも絶対どこかで聴きたいです。あとチューズミーですが定番中の定番曲ですので、逆に恵比寿リキッドルームと荒垣でやってないのが意外に感じるくらいですね。次はジャストブリンギットからですが、ドンチューテルミー、パズル、オークワードの3曲は恵比寿リキッドルームの番外編でやってくれましたし、タイムはコアトスペシャルで拡張イントロ版でやってくれましたね。私得でした。あと You とシークレットマイリップスはメドレーとフルどちらもやってくれました。後の曲は残念ながら得られてませんし、私的にもクロスとオーパーツは一度も出会えていません。オーパーツはなんとなく諦めモードですが、クロスは絶対どこかで出会いたいです。あとヨーロのカップリングのアンフェアゲームとマッチレスガムは今年はやっていないですね。ヨーロそのものもですが、ブランニューメイドからはメドレーでザ・ノンフィクションデイズ、メドレーとフルでフリーダムとアローンをやってくれました。アローンはアコースティックバージョンもやってくれましたね。ニュービギニングからはメドレーでリアルエグジステンスの1曲だけでした。最後にメイドインジャパンからはさすがになしでした。ということで2025年はメドレー、アコースティックアレンジ含めて全66曲やってくれました。いやいや、昨年2024年の80曲よりは少ないですが、1年でこんなにたくさんの曲やってくれるバンドってなかなかないんじゃないでしょうか。しかも今年はメドレーあり、アコースティックありとバリエーションに富んでましたし、個人的な話で恐縮ですが、私がこれまでに帰宅したお給仕、フェスの累計で99曲となっていまして、記念すべき100曲まであと1曲となりました。3年間ほどでほぼ100曲見て聴けたわけですが、これもなかなかすごいと思います。お給仕で演奏できる曲がそれだけあるということもすごいですし、新参者の私がたった3年ほどでそれを見て聴けたということが本当にすごいことだと思っています。ミンチョの曲作りの意欲はますます上がっているみたいですし、100曲を超えてまだまだ私的にもお給仕で出会える曲たちが増えてきそうで本当に嬉しいし楽しみです。ということでツアー終わりの時点で一旦2025年のお給仕とセトリをまとめてみましたが、まだ2025年は続きます。12月29日のカウントダウンジャパンはありがたいことにチケット当選しまして、前方エリア8列目で参戦できますので、バンドメイドとしても私的にも初のカウントダウンジャパンは本当に楽しみです。そのカウントダウンジャパンのレポートは年明けになると思いますし、2025年中の動画はこれが最後になると思いますので、最後に挨拶だけさせていただきます。本年2025年も私の拙いレポートにお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。メイドさんたちの素晴らしいお給仕の記録用に作成している動画ではありますが、たくさんの方に見ていただいて、チャンネル登録もしていただいて、さらにいいねを押していただいたり、コメントまでいただけて、本当にありがたいですし、ものすごく嬉しいですし、動画作成のモチベーションになります。来年2026年も引き続き記録を残していきたいと思っておりますので、ご視聴いただける方はぜひ今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。本年もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。来年もバンドメイドと一緒に楽しい日々を過ごしましょう。それでは皆様良いお年を。ということで今回は以上です。それではまた来年。